こんにちは、たかしです。本日は8月13日土曜日、週末ですので、来週15日からのポンド円の相場の見通しをしていきます。まずは週足です。今週の週足は一応陰線というところで引けているんですが、ちょっとわかりにくい、かなりそんな印象を受けます。ここのところ上髭、下髭をかなり出していて乱高下を繰り返しているところですが、今は夏枯れ相場というところで、やっぱり分かりにくいなっていうのが正直なところです。で、しかもお盆の時期というのは市場参加者も減ってきますので、やはり動きにくい、分かりにくい、そんな動きになりがちですが、ようやく来週から一応お盆は明けて、もう少しマシな動きになってくるのかなというところに期待をしたいですね。現在 GMMA は上向きで、週足では基本的には上昇トレンド中、その中で今調整の下落を行っているのですが、先週一旦この GMMA に接触して長い下髭の陽線で引けてきてはいるんですけれども、もう少し下げそうな感じがしますので、一旦この GMMA に深く突き刺さるぐらいで、このトレンドラインですね、この赤いトレンドライン、この辺ぐらいまで下げてきてほしいなと思ってます。現在はこの最高値、最安値を結んだフィボナッチリトレースメントの 23.6% っていうところが一旦のターゲットかなと思ってますので、158.171 ですね。この辺付近を今目指して下落中。で、そこに下落してくる過程で、このトレンドラインに接触するのかなという、そんなイメージを描いてます。この赤のボックスの下限まで来るとなると、155円のミドルぐらいになりますので、そこまで下げてくるならもう少し深く、突き刺さってくる感じなんですが、一旦は155.5 から158円ぐらいのこの間ぐらいで下げ止まるのかなという、そんな大まかですが、そんな印象は持っています。ただ、ストキャスティクスがね、そろそろ反発のポイントに差し掛かってきてますので、その辺も気になるところですね。で、今ここからまだしばらくは下げるとは考えているんですが、ストキャスティクスこことかこことか、この過去のゴールデンクロスのところに入ってきてます。で、ここの上昇がここですよね。で、こちらの上昇がここですので、結構どちらも強く上げているんですよ。と考えると、もうそろそろ強めの反発に入ってもいいのかなと思うんですが、まだここで反発するとは限りませんし、もしかするとこの辺まで、基本的にはこの安値まで下げてくるという考え方をしますので、途中で反発するかもしれませんけれども、安値圏までもう少し距離があるので、まだもうしばらく下げるという考え方もできる。そして、マクディに関しては弱いですよね。なので、まだもうしばらく下げるんじゃないのかなと。あと、1、2週間は下げてもおかしくないなと思ってますが、ただそろそろ反発のポイントも近いというところで、やはりこういった乱高下、下がってきたところでは強く買われるっていうのが行われている。そんな感じですね。ただ、最初にも言いましたが、この赤のトレンドラインぐらいまでは下げてきそうですので、このまま強く下落してくるのか、それともこの横横の動きでトレンドラインにタッチしてくるのかっていうのがわからないんですが、まだもう少し下げる余地はあるとは思ってます。では、日足です。日足ではこの水色の三角持ち合いを下抜けて、その戻しからの今下落中というところで、基本的にはこの三角持ち合いを抜けた場合は、この視点ですね、始まった点、ここまで下げてくるっていうのが基本的な考え方になりますので、一旦は158円付近まで下げてくるんじゃないのかなとは見ていますが、ここのところ今度はオレンジのトレンドラインですね、この大きい方の三角持ち合いの中で動いているようにも見えますので、今はちょっとその辺が分かりにくいですね。何度もこのオレンジのトレンドラインをここ抜けようとして戻されてます。今回も抜けようとして戻されてますので、最終的には今ちょうどトレンドライン付近にあるんですが、ここから来週どうなるのかっていうところですね。大枠では下がっていくとは考えてますが、もしかしたらもう一度トレンドラインにぶつかって一旦上昇するという可能性もありますので、今はそこを見極める、重要なところなのかなと考えてます。ストキャスティクスはデッドクロスしてますが、あまり動きが綺麗ではありません。マクディに関しては方向感がよくわからないというところで、日足としては GMMA に今この、上値を抑えられて下がってきたように見えますので、基本的には下げていくとは見えるんですが、もう一度この GMMA 付近まで戻してくるということも考えられますので、そうなると163円ぐらいまでは上げてくる可能性がまだあるなと。来週がどう動くかによって、この直近の高値163円ミドルから164円ぐらい、この辺までもう一度上げてくるのか、それともこの下抜けてくるのか、160円、158円を目指して下落してくるのかという、そんな分岐点に今いますので、来週がどちら向きに動くかっていうのが要注目ですね。
では4時間足です。4時間足はこの白のゾーンに挟まれた中で今動いてますね。ここのゾーンっていうのは過去にも意識されているポイントなんですよね。で、今週もここ一度下抜けてきて、そこから大きく戻されてきました。これがお盆前の方向感のない動きというところで個人的にはすごくやりにくかったなと、方向感を見失う、そんな動きだったなとは見ているんですが、最終的には昨日、一応下げ基調というところで下げてきてくれているので、やっぱり下に行くんだろうなというふうには考えてます。ただ今はまだこの白のゾーンの中にありますので、先ほど日足でお話ししましたように、この辺まで、この白のゾーンの上限164円付近まで上げてくる可能性もまだありますので、その辺は注意が必要というところですね。現在この白のゾーン、この辺付近かなり意識されているのがわかりますよね。過去にここ何度も反発しているところ、そして今週もここ大きく下落してそこからの行ってこいで戻されてしまったところというところで、やはりこの辺161円付近っていうのは次もう一度下げてきても意識されると思いますので、ここからショートで狙っていくなら、一旦上昇したところを狙う。もしくはこの辺、この髭先ぐらいを明確に下抜けて、戻しを待ってからを狙っていく。みたいなことをしないと、また、行ってこいで、今度ここでショートを打ったら、最安値をつかまされたみたいなことになってきますので、その辺は注意が必要です。ですので、意識されるところとしては161円でしょうか。で、その次が160円のこのボックス加減ですね。この白の大きなボックス加減というところですので、その辺のラウンドナンバーを意識してトレードしていくのがいいのかなと。逆に考えると161円はここは押し目買いポイント。押し目買いというか反発の、上昇を取るポイントですね。ここからどんどん上げていくというイメージではないので、一旦の反発を取っていくことは可能だと思いますし、ここを明確に下抜けてくるともう一段下160円まで、そしてここを下抜けると158円までというところで取っていけるのかなと考えてます。現在この白のゾーンの中で動いてますが、今週は、一旦下抜けて戻してきたんです。で、結構戻してきたんですが、個人的にはね、この白のゾーンの上まで来ると考えてましたが、結局来ずにこの GMMA に抑えられた格好ですよね。で、日足の GMMA もこの辺を通ってて、ちょうど日足も GMMA に抑えられて、4時間足も GMMA に抑えられてます。まだちょっと収束しているので、もう一度上抜けるという可能性はあるんですが、一旦ここで GMMA が意識されているという事実がありますので、次上昇してきても、ここまた上げ渋るんだろうなという、そんな感じですね。ですので、上昇を取るなら短く、下落を取るならしっかり引きつけてというところでしょうか。では1時間足です。先ほどのこの白のゾーン、こちらですね。昨日の動画では、ここが、意識されるかもしれませんねっていう話をしてました。ここでのダブルトップみたいな形で、そのネックラインに当たるこの付近っていうのが意識されるでしょうって言ってまして、で、昨日の動画の時点ではここに黄色のライン、これは引いていなかったんですね。これはブログを書いた際に引いたラインなんですが、そこがね、結局意識されましたよね。で、ここ行ってこいで戻されてましたので、上昇するのかなと思ったんですが、なかなかにやはりお盆前というところで動きがややこしくて上値が重かった。そして強く上昇したものの、結局ここちょっと見にくいんですが、この髭先ですね。ここが意識されて今下落中というところです。一旦この辺の実態を上抜けてきたので、上に行くのかなと思わせてのこの下落だったので、すごく、嫌な動きだなと個人的には考えてます。ただ結果としてはこの見ていただいたら GMMA、1時間足の GMMA に抑えられて下落中というところで、今は反発ポイントに来てますので、来週前半ですね、また分かりにくい動きをするのかもしれないですよね。この辺、4時間足でも言ってましたが、過去のかなりこの辺4時間足はずっと下髭になっているところなんですよね。だからサポートゾーンというところで 161.2 ですかね、この髭先が。だいたいそのくらいですよね。161.2 ぐらいのところまで下がってきたところでは、ここではまた反発が起こりますが、次また1時間足の GMMA、そして4時間足の GMMA もここを通ってます。で、日足の GMMA もこの辺を通ってますので、今はかなり GMMA に上値を抑えられていると考えられますので、ここの 161.2 ぐらいで反発してきても、次1時間足の GMMA で上値を抑えられる可能性、それを上抜けてきても次4時間足の GMMA、日足の GMMA とありますので、やっぱり上値は重いんだろうなとは考えます。ただこういったこの動きですよね、急落後の急騰みたいなのが起こってくると、その急騰の強さによるんですが、今回の場合、ここの急落の視点を結局この急騰で超えてこれなかったんですよね。ここの急落後で急騰が強くって、この視点を超えてくるとここからの上昇になり得たんですが、今回はそこを超えられなかったというところで、この上昇をしても結局はそこに優位性がなかったという結
果論なんですけれども、そういう見方ができます。で、今も、この白のゾーンの中で動いているんですけれども、今までこの白のゾーン上限下限上限下限と来たんですが、今回、個人的にはこの上まで来るのかなと思ってたんですが、この上昇を見た時にもうちょっと上げてくる、そんな気もしてたんですけれども、結果的にはこの半値ぐらいのところで戻されてますよね。だからこのダブルトップでのネックラインのところで戻されてますので、この今まで上限まで来れてたものが上限に来れなくなったということは、それだけやっぱり上値が重くなってきている。まあもちろん、1日足、4時間足の GMMA がここに通っているというところも大きいんですが、上値が重くなってきてますので、上がったところは売られるんだろうなという、そんな印象です。この黄色の矢印は、今ここの部分を下抜けてくると、この辺まで下げてくるかなと思って書いているものです。あまり自信はないんですが、一応 160.3 ぐらいまでは、今のここの動きですよね。この 161.3、このヒゲ先ですね。この辺付近を下抜けてくると、160.3 ぐらいが次のターゲットかなと見ております。週明けは今この辺の反発ポイントに入ってきますので、反発をしながらジグザグと下げていくのか、それともズドンと下げてくるのかというところですね。一旦はこの白のゾーン意識されると思いますが、やはり1時間足の GMMA が下がってきてますので、上がったところでは売っていくのがいいと思います。で、逆にこの黄色のこのラインですね、この水平線を越えてくると、この白のゾーンの上ぐらいまでは来ると考えますので、その辺でトレードしていけばいいのかなというところで、この上の白のゾーンですね、164円付近までもし上がってくればそこは戻り売り。そして、この黄色のライン、ここが162.5 ぐらい、この辺を明確に上抜けてくれば、ここでの押し目買いでの上の白のゾーンまで。そしてこの 162.5 ぐらいのところで、上げ渋るような動きをすると、そこからの戻り売り。というところで、この白のゾーンとこの黄色のラインの間ぐらいでトレードしていくのがいいのかなと考えてます。そして今は大きくはやはり下げていくと考えてますので、基本的には押し目買いっていうのは短く利確で、戻り売りで利を伸ばしていけるといいのかなと思いますが、ちょっとやっぱりまだこの分かりにくい動きをする可能性がありますので、ショートも短めの利確の方がいいのかもしれませんが、お盆が明けてどうなるかですね。そこそこ動きが戻ってくるようですと、このまま下を目指す、大きく下を目指していく可能性もあるのかなと見てますが、その辺に期待はしているんですが、ちょっと難しいですね。今はまずこの辺を抜けられるかどうかっていうところがポイントになってきますので、161.3 ぐらいから、162ぐらいの間、この辺の間を明確に下抜けてからそれについていって160円ぐらいまで狙っていく。で、うまくいけば158円ぐらいまでの下落を取っていける可能性もありますので、その辺を考えてトレードしていきたいところですね。それでは今週もお疲れ様でした。来週も一緒に頑張っていきましょう。たかしでした。バイバイ。